人生をやり直したいと思うとき、頭に浮かぶ絵があります。年収を倍にして見返す定職、一発逆転の起業、前世の知識で無双する転生。やり直しというのは大抵派手な絵で売られています。ただ、実際にどん底から戻ってきた人たちをよく見ると不思議なくらい逆なんです。戻り方が小さい。あれは偶然ではなく理由があると私は思っています。今日はその話です。三井久志という人がいます。スラムダンクの中学最後の大会で終了間際に逆転シュートを決めた MVP で、憧れの安西先生を追って湘北高校に入り、そして入学してすぐに膝を壊します。そこからの2年間、彼はバスケから消えます。髪を伸ばしてくれて、最後は仲間を引き連れて体育館に殴り込みをかける。注目してほしいのは行き先です。彼は自分が一番好きだった場所を壊しに行ったんです。その騒ぎの最中に安西先生が現れて、あの台詞になります。安西先生、バスケがしたいです。ここで面白いのは、彼が口にしたのが全国制覇でも見返してやるでもなかったことです。バスケがしたい、それだけなんです。ねえ、戻った後の三井は強くないんです。復帰してすぐの試合ではスタミナがすぐに切れる。2年の空白は消えない。それでも彼はスリーポイントラインの外で息を整えて静かに待つ選手になります。彼が戻った場所は栄光ではなくて体育館の床でした。ところで同じどん底から全く逆の方向に歩いた人がいます。明日のジョーの矢吹城です。リングの上で力士とオールを死なせてしまった後、ジョーはどん底に落ちます。相手の顔は打てなくなる。ここまでは三井と同じ挫折の形です。違うのはその後です。ジョーは小さく戻ることをしませんでした。もっと大きく燃えることを最後まで選び続けた。世界チャンピオンとの最終戦に向かっていくあの姿は、復帰というより転化に近いものです。そして最終戦の後、彼は燃え尽きて真っ白な灰になります。あれは敗北の出ではなく、本人が選んだ終わり方です。戻るのではなく、燃やしきる。作品はそれを美しいものとして描いていて、実際美しいんです。ただ、戻っては来ないんです。もう一人だけ、光の子の新藤光です。彼の場合は、ある日突然自分のそばにいた天才、サイが消えてしまう。それで碁が打てなくなって、プロなのに対局を休んで碁から離れてしまいます。彼が戻ってくるきっかけは、大会でもライバルの挑発でもありませんでした。ふと打った一局の自分の一手の中に、サイの面影を見つけたことです。サイは、俺の子の中にいる。そう気づいた瞬間に戻りが始まります。派手な復活宣言ではなく、自分の手の中に小さな続きを見つける。形としては体育館の床に座り直した三井と同じなんです。どん底から戻った二人は、二人とも小さく戻っている。ここで3000年前の本の話をさせてください。易経という本があります。人間に起きる変化のパターンは64個を順番に並べて記録されている古代中国の意思決定の参考書のようなものです。その64個の中に復という形があります。戻るという意味です。面白いのはその一つ前で白すべてが削り落とされるという状態が置かれている。全部削られた。その次に戻る。挫折と再起が3000年前から隣同士に並べてあるんです。ねえ、この服という形、絵にすると妙なんです。地面の下に雷が一つ埋まっている。地上は真冬の野原で何も起きていない。動きは全部地面の下です。つまり3000年前の人たちは再起というものを誰の目にも見えない小ささから始まるものとして記録したわけです。しかも7日にして帰ると書いてあります。戻りには周期がある。焦って地面を掘り返しても早くはならない。さらに面白いことに遠くまで行かないうちに戻るのが一番良いとまで書いてある。戻るなら小さく早くなんです。三井のバスケがしたいですも光の俺の子の中にいるもあれは地中の雷です。外から見たらまだ何も始まっていない。でもあそこが一番大事な瞬間だったことを私たちは結末を知っているから知っています。この目で世の中を見ると売られているやり直しのほとんどが地上の花火であることに気づきます。年収で見返す定職、一発逆転の投資、ビフォーアフターの劇的な変身、どれも復活を派手な静止画にして売っている。でも服の並びに従うなら派手に始まる再起は多分まだ再起ではないんです。
削られている途中の最後の人暴れです。体育館に殴り込みをかけていた頃の三井がまさにそれでした。本当に戻る人は誰も見ていない小さい場所にまず座り直す。蝶に憧れる気持ちは正直私にもあります。あの真っ白な灰は多分願望の一番深いところにある絵です。でもあれは戻らないと決めた人の美しさです。私たちはあれに憧れながら現実には戻る側を生きるしかない。だったら戻り方を知っておいた方がいい。どん底にいるとき、人は大きな一歩を探します。これさえあれば一気に取り返せるという一歩。でも3000年前の記録も体育館の床も5番の前も同じことを言っています。戻りは地面の下から始まります。誰にも見えなくていい。小さくていい。それが一番早いんです。